オイベック駅にやってきました。今ですね、チョルス駅からオイベック駅にやってきました。こんな感じちょっとここでフラフラしたり、なんかいろいろテイクアウトとかして夜行列車乗るので、それまでのなんかいろいろ買ったりしようと思います。タシュケントの地下鉄は駅の装飾がとても凝っています。チョルス駅は地名の由来である4つの川が表現されているのかも？ひとまずコーヒーブレイク。スマホの充電もさせてもらいつつ、私自身も美味しいコーヒーで充電できました。なんか見た目にすっごい可愛いアイスがいっぱいあります。金額はわかんないけど、チョコが多いのかな。結構私好みのチョコレートが多いのかもしれない。結構雑な感じの紙に包まれてる。あ、これは美味しそう。キャラメルかな。あ、美味しそう。42,000層ソーセージ。金額がいまいちよくわからない。6、もう疲れ切っててろくなコメントしないので、ナレーションに切り替えようと思います。ここのチョコレートゾーン、入れ物がとっても豪華じゃないですか？こうやってディスプレイされていると宝石箱みたいでとってもキュンキュンします。バラ売りで売ってるのも珍しいですよね。バラ売りされてるんだよね、チョコレート。アイス美味しそうだな。美味しそう。目移りしてたアイスもこの子に決めました。チョコレート部分はピーナッツバターのような甘さが海外らしくて、バニラアイスは日本のものと変わりない味わいでした。このパッケージ可愛くないですか？にしてもでかい。こちらは冷凍の野菜ゾーン。そして上の段には紅茶がずらりと並んでいます。この辺は輸入品も多そうですね。こちらは雑貨コーナーです。海外のスーパーにあるこの何でも揃ってる感じのスーパー散策がめちゃくちゃ好きです。現地の人をターゲットにしてる感じがたまらんのです。こちらはファッション雑貨のコーナーです。どれもポップなデザインで可愛いですよね。私は一人旅だったんですが、女子旅だったら友達と一緒にお揃いのものを購入して一緒に身につけて写真を撮るというのも楽しそうです。なかなか勇気いるけど、こういうの買ってみたいんですよね。ほら、アンバーの可愛い子ちゃん。お部屋にあるだけで映えますよね。こちらもおしゃれで可愛いキッチン周辺雑貨たち。ちょっと韓国インテリアっぽいテイストのものもあって、ついつい欲しくなっちゃいます。こちらは食器がずらーっと並んでいます。頭の中でもし私がこの国に住むならどんな食器で揃えようかなーなんて妄想するのも楽しいです。テイクアウトするレストランに着きました。ブロッコリーというロシアのビュッフェ形式のレストランです。ウズベキスタンでは脂っこい料理が多いので、お野菜がたくさん食べれるお店を探してました。買ったものは写真で紹介しますね。お野菜が食べたかったので、サラダ3品とチキンのトマト煮込みにしました。もちろんお肉料理、ご飯物、揚げ物などたくさんあります。お値段は99,000スム、約1,200円でした。さて、食事も用意できたので、いよいよ夜行列車の始発駅に向かいます。ヒバ行きの電車はタシュケント駅ではなく、タシュケントユージニー駅から乗るので注意が必要です。この2つの駅は残念ながら列車でつながっていないので、タシュケントユージニー駅に向かうにはタクシーか路線バスになります。バスはオイベック駅前の大きな通りから乗車できます。バスのナンバーは38、57、58などが利用できます。このバスもタッチ決済可能で1,400スムでした。バス車内前方には荷物台があり、大きな荷物を持った方はそちらに置くことができます。オイベック駅からタシュケントユージニー駅までは約10分から15分ほどで到着します。向かい合った方が親切な方で、バス停から駅までの道のりを教えてくれました。
直接道路を横断できないので、バスを降りたら進行方向逆側に歩きます。すると地下に下る階段が現れるので降りていきます。道は荒れてるので気をつけてくださいね。するとこのように薄暗い地下道が現れるので直進します。見やすいように加工してますが、実際にはもう少し薄暗いです。階段を上がるとタシュケントユージニー駅が見えてきます。やばい、トイレで化粧落としてたら今どんな感じなのか全く分かんないわ。これかこれかこれか。記念撮影も済ませていざ乗車です。私は2等車を予約していたので4人部屋の個室でした。席は左側の下の段です。リネン類は配布されます。こちらですね、お茶4つなんですけど、お砂糖3つなんですね。いいですね、こういうの。親愛なる独身の皆さん、私も結婚していません。Do you understand? ウズベキスタンの男性はだいたい何歳ぐらいで結婚するの？22, 23, maybe 20. 早いんだ。Very early? ウズベキスタンの男の子は学生でも結婚するんですかNo? 働いてたらか。If he work, потом next married. If he not working, no married. Okay, understand. 車内の雰囲気はこんな感じです。壁にはフックやラックなどもあり、荷物を置いたりかけたりできます。大きな荷物はベッドの下に置けますし、ベッドを持ち上げるとカゴもあります。2階の方は壁に備え付けられた折りたたみ式のはしごで登ることができます。上にも荷物を置けるスペースがありますよ。今はドアが開いた状態ですが、引き戸式でドアを閉め切ることもできます。疲れも溜まっていたせいか、夜はゴロゴロしてるうちに気づいたらぐっすり眠っていました。車内も寝る頃になると快適な室温になっていましたよ。早朝目が覚めて通路を出る私を待ち受けていたのは一面の砂漠でした。お待たせいたしました。列車ツアーでございます。まずこちら右手を振り返りますと蛇口がございます。ご乗客の皆様はこのお湯でお茶を楽しむことができます。個室はこのように並んでおります。通路は大人2人がギリギリすれ違えるかなといった幅でございます。右手にございます通路の窓からはウズベキスタンの雄大な自然を拝むことができます。車内の内装は温かみあるウッド調の列車もございますが、今回の列車はクリーンな印象のホワイトでございました。ウッド調はブハラへの移動編でご紹介できるかと存じますので、ぜひお楽しみに。ちょうどただいま他のご乗客の方とのすれ違いを実践させていただきました。さてさて、そろそろ長い通路も終わりが近づいてまいりました。車内は禁煙となっております。コンセントもこちらに備え付けられております。左手にはお手洗いがございます。こちらは気になるお手洗いのご紹介です。日本の新幹線と同じようなイメージは難しいですが、広々としています。いわゆるボットン式というか、足元のレバーを引くと直接土に帰るスタイルです。蛇口が少し難しいですが、いろいろ試したところ、この棒状のレバーを押すと水が出てきました。散策も終えて個室に戻ってきました。
私の部屋の方たちはみんな割とギリギリまで寝ていたので、お化粧はベッドの上でコソコソ支度させてもらいました。扉部分にミラーがあるので、トイレに行かずとも身だしなみのチェックができます。先ほどの一面砂漠の景色から少しずつ緑が増えたり、街に近づいてきてる感が味わえるのもいいですよね。列車の中ではほとんどできることは少ないですが、初めて降り立つ国の初めて見る景色、これをただただぼーっと眺めているだけで、とっても上質で贅沢でかけがえのない時間だと思います。さてさて、昨日結局食べなかった食事を朝ごはんでいただきます。ミニサイズのナンはチョルスーバザールで4000スムで購入。右の4品がオイベック駅のブロッコリーで購入したお惣菜です。個室内ではまだみんな寝ていたので、サイレント食レポをします。まずはウズベキスタンのサラダの代表、アチクチュチクです。アチクチュチクはトマト、キュウリ、玉ねぎを塩で味付けした素材で勝負のあっさりサラダです。トマトやキュウリは日本とは違い、日本のものは水分量が多くてみずみずしい印象ですが、ウズベキスタンのものは果肉感が強く、素材の味が濃い印象を受け、美味しかったです。そのせいか、時間が経ってしまっても水っぽくなっていなかったのも良かったです。どうですかね、動画で伝わるかわからないですが、肉感の強い感じがします。正直私はサラダが大好きなので、この水っぽくならない感じは最後まで美味しく食べれて好みでした。続いて紫キャベツのサラダです。こちらはアチクチュチクとは打って変わってビネガーの効いたマリネ風のサラダです。こちらも酸味が爽やかで美味しかったです。オイルとビネガーでマリネされ、程よいシャキシャキ食感が楽しめるのが良かったです。続いてはグリーンサラダ。ベビーリーフに紫キャベツ、パプリカの入った鮮やかなサラダです。ドレッシングはオーロラソースのような味なので、日本人の方のお口にも合うと思います。ちなみに注文時にドレッシングはいるかと聞かれたので、不要な方はドレッシング抜きにすることもできそうでしたよ。こちらも美味しかったです。続いてチキンのトマト煮込み。チキンと玉ねぎ、パプリカが入っていて優しい味わいで美味しかったです。ウズベキスタンのご飯は酸味や辛み、甘み、香辛料などが突出していることがないので、多くの日本人が受け入れられそうです。こちらのお店で注文するとき、小さいサイズを選んだんですが、さすが海外。皆さんも思いましたよね。そう、一個一個結構なボリュームなんです。だから、どうしよう、思ったより量多くて食べきれないかもって思っちゃいました。ちなみに余談ですが、私この量の食事を朝ごはんで完食しました。いやいいよ、いちいち戻って見返さなくていいよ。でも言うよ、私この量完食しました。さて、14時間かけてヒバにやってきました。今回はここまで。次回はいよいよ城塞都市ヒバの街をご紹介します。これからもウズベキスタンの旅の様子を私らしく紹介してまいりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。てれててってれてってってるてってれてってってるてれってるてれってれてって